こんにちは。皆さんご存知かもしれませんが、日産の GTR の2025年モデルの発売が決まったようですね。ということで、今回は、どのような GTR が登場するのか、また、どのくらいの価格になるのかまとめてみました。それでは行きます。Now loading。3月14日、日産自動車は GTR2025 年モデルを発表。価格は、1444万円から2289万円。ニスモモデルが3008万円から3061万円。庶民にはとても手が出せそうにないですね。これまでの GTR の車両価格と比較をしてみると、こんな感じになりますね。縦軸が車両価格となっていて、横軸はグレードにしています。トップグレードのニスモ仕様では、3000万円を超えていますね。家購入できる価格なので、もはや移動できる家ですね。GTR のブランド価値を考慮して、資産として購入する人もいるかもしれません。全グレードにおいて、値上がりしていますが、縦軸の数値があまりに大きすぎて、あまり大きな価格変動に感じられないかもしれません。ということで、縦軸を価格変動額に変更してみると、少なくとも、60万円は値上がっていますね。ニスモ仕様では、140万円もの値上がりをしています。この価格変動傾向から、おそらく、T スペックやニスモ仕様の人気度が高いことも伺えます。この車両価格に対してネット民の反応は、昔はこういう車に乗るという夢や憧れがあった人も多くて色々切り詰めて、仕事して頑張ってなんとか手に入れることができたけど、こんな金額出せるのは限られた人のみ、少し価格を落としたスポーツカーとか若者でも手が届くようなスポーツカーもあって、それぞれに個性があったけど今はそういうのもない。車離れが加速してるっていうことも聞くけど、作る側と求める側の乖離があるから、車離れも加速していってるのではと最近よく思います。所得や資産の二極化が進んでますから、これくらいの価格なら即買う人もたくさんいるでしょう。きっと抽選になりますよ。下の人々は高価な車でなくチープな車すら購入維持できなくて、レンタカーが関の山ということでしょうか。車離れとかじゃなくて資産所得の二極化が進んでるだけのことではないでしょうか。300万でランエボ、インプ、400万でスープラ、GTR。そんな時代でしたから、今から考えると夢のような時代でした。中古で100万出せば、スターレットやレギントレの180やシルビア、もうちょい頑張ればスカイライン GTS と、今は生活優先で家族が第一なんで、スポーツタイプは高いし買えませんね。さすがに、残価クレジットを利用したとしても月々の支払い額は大きいです。動画の後半で、実際に一緒に見積もりをしてみましょう。では、今回の2025年で GTR の何が変わったのか詳細を見ていきましょう。GTR プレミアムエディションに、青を基調とした専用特別内装色であるブルーヘブンを新たに設定。室内が少し軽くなったような印象を受けました。何を言っているのかというと、プレミアムエディションの T スペックと比較するとわかります。こちらが、プレミアムエディションの T スペックのシートですが、少し暗めの色味をしたシートとなっていて、重みを感じませんか？また、シート形状はそのままで色味だけ変えていることもわかりました。また、GTR プレミアムエディション T スペックと、GTR トラックエディションエンジニアードバイニスモ T スペックでは、ピストンリング、コンロッド、クランクシャフトなどに、ニスモスペシャルエディションに採用していた部品を採用。車両価格は値上がっているものの、標準装備のスペックが向上しているわけですね。ということで、なかなかお目にかかれない高価な車両の紹介でしたが、ガソリン車の規制も高まってきているため、次世代の GTR が登場するかも気になりますね。私の予想では、GTR はまだ発売され続けると考えていまして、規制が高まろうが、富裕層向けに開発することで、利益が獲得できれば、結局は問題ないと思います。どんどん付加価値をつけて、車両価格を高くしていくことで、GTR は存続し続けるのではないかと考えます。そうじゃなかったら、わざわざジャパンモビリティショーでこんな車展示しないでしょ。ガソリン車なのか、電気自動車なのかはわかりませんが、資産価値を考えると、電気自動車ではリセール性が悪いため、ガソリン車として、また、新たな GTR が登場するはずです。そうしないと、富裕層の人たちが購入してくれないと思いますね。電気自動車といえば、最近アリアのニスモも発売しましたが、その売れ行き次第では、GTR の電気自動車もあり得るかもしれませんが、その売れ行き詳細については、今後またレポートしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。では、ここから一緒に、GTR の見積もりをしていきたいと思います。すでに日産ホームページは更新されていて、2025年モデルになっていましたよ。内外装の紹介もなされていますね。
ここから各グレードをチラ見していきます。先ほど紹介した8つのグレードが出てきます。こうして見ると、結構グレードが多いように見えますね。燃費が 7.8 キロになってて、なかなかの金食い虫ですね。今回の見積もりでは、みんな大好き GTR ニスモで行っていきます。車両価格は、3000万円と超高価格で死にそうです。まず、ボディカラーですが、やっぱりニスモならステルスグレーを選択するでしょ。このボディカラーじゃないと、ニスモらしさが不思議と出ないですね。ブリリアントホワイトパールも十分かっこいいけど、ニスモにするなら選べないな。ちなみにこのボディカラーは、メテオフレークブラックパールというそうです。名前がかっこよすぎます。ニスモのステルスグレーは最も高く、16万円以上もしますね。ですが、このボディカラーにしないと、資産性にも大きく影響しそうだな。では、ぐるっと一周時計回りに回してみます。エンジンルームが大きいのと、ニスモらしく赤いラインが、ボディカタンに配色されていますね。リアランプも丸型で前を走っていたら、ついていっちゃいます。街中でもニスモ仕様の GTR は、見かけたことがまだないので、走行しているシーンもいつかは見てみたいものです。そして、ニスモ専用のレカロシートの設定もあるようですね。アルカンターラと呼ばれる高価なシート地になっていますね。ちょっと画像が小さいので拡大してみますね。おー、骸骨の骨かと思いました。かっこいいけど、ここまで来るとちょっと怖さも感じます。ヘッドレストにはニスモロゴがついていますね。シート背面はアルカンターラがついていることがわかります。サーキット走行も想定して、シートをできる限り、軽量化しているんでしょうかね。見た目、軽そうなシートですね。では、続いて、その他のオプションを見てみます。まあ、パッと見た感じほとんどつけなくて良いと思いますが、ニスモ専用オプションはできる限り装着させておきたい。ちょっと早送りします。カーペットですが、これはニスモ仕様にしたいな。GTR エンブレムだからニスモではないですね。あれ、なんだこれ。ポータブルバッテリーがありますね。どうやら日産リーフのバッテリーを使った大容量ポータブルバッテリーのようですが、17万円はさすがに高すぎる気がするな。他社製品に対して、どんな差別化ポイントがあるのかわからない。まあ、いいや。フロアマットありました。こちらは、ニスモ専用のマットのようですね。もう専用のドライビングシューズもオプションで入れてほしいですね。このカーペット汚せないですよ。ホイールが見つかりました。10インチアルミホイールですね。こちらの画像も拡大して見てみましょう。出てきました。ホイールにひっそりニスモロゴが入っています。ホイール中央も GTR ロゴにしてもいいのにな。皆さんはこのホイールお好きですか？では、見積もり結果を見てみましょう。オプションは必要最低限にしましたが、総額はどうなっているのでしょうか？環境性能割で、74万円もプラスされている。総額3140万円程度ですね。およそ100万円近くアップしています。当然庶民は通常ローンでも支払えないので、残価クレジット型ローンに頼ってみます。この計算は、ニスモ仕様ではないので、GTR ニスモ専用の見積もり画面に遷移しますね。はい、画面遷移しました。確かに、GTR ニスモがグレードでセットされていることが確認できました。では、まず頭金ですが、100万円くらいにしてみます。この残価クレジットでは、ボーナス併用支払いにする場合、ボーナス付きでない月の月額よりも多めにボーナス付き分の分割支払い額を設定する必要があります。この画面上では、月額いくらなのか表示されていませんが、仮にボーナス付きに40万円支払う前提で見積もってみます。それでは結果を見てみます。なんと月額37万円ほどかかります。恐ろしいですね。生活のすべてを GTR に注がないといけなくなってしまう。この数字だけを見て、即買いして、すぐ転売するような人もいるんですかね。買い手がつかないことはないと思いますが、ちなみに、今回の見積もりは5年ローンです。その場合、残価が1300万円ほどなので、残価率は 43% ほどになります。残価率良すぎますね。とりあえず購入して、生活に困ったらすぐ売ればいい。そんな楽観的な買い物もできそうかも。今回は以上です。それではまた。